についてお話ししたいと思います。まず私はベビが生まれたら勝手に母乳は出るもんだと思い、全く産前ケアはしていませんでした。生まれてみて全く母乳は出ない。ベビも 2506g で生まれたため数値からが弱かったです。なので入院中は毎日助産師さんがケアしてくれました。ケアもそうだけど、まずは吸ってもらうことが大事と助産師さんに言われ、たくさん吸わせました。産後9日、市の訪問助産師さんが来てくれた際に抱き方等を見てくれました。そこから母乳が出て、ベビも上手に吸ってくれるようになってきました。産後22日に2週間検診があり、ベビは 3290g と順調に育ってました。そこで看母にするなら今がチャンス、徐々にミルクを減らしていくようにと言われました。けど徐々に減らすってたくさん検索して悩みました。検索してもあまりいいヒットが見つからず、悩みに悩みました。最初の1週間はミルクは80から60を1日4回くらい、母乳をあげてからミルクという風にあげていました。母乳は両方合わせて約10分、8回から10回。ベビは足りなくて泣いているのかおむつなのかわからないし、大変な1週間でした。ベビがぐずることも多く、旦那さんには看母にこだわる意味あるって言われたり、まだ分泌もたくさんではなかったので、それでベビがお腹いっぱいに慣れてないのかな、少し自分を責めたり、なのに旦那さんにはミルクにすればって言われたり、今後からの移行期間、精神的にも大変でした。移行期間2週目はミルク60前後 2,3 回、母乳両方とも10分近く10回前後。この頃がたくさん母乳をあげていました。またあげるのって本当に自分でも思ってしまうくらいでした。3週目くらいからは2ヶ月になったこともあり、ベビの数値からもつき、ほぼ母乳だけで足りるようになってきました。ちょうどその頃1ヶ月検診があり、 4032g に増えており、看母で大丈夫と言ってもらえ、とっても安心しました。そこから乳首嫌い防止、何か私に会った時のために1日1回お風呂後にミルク80から120のみあげています。他は2ヶ月中旬までは1日8回程度の母乳で足りるようになりました。なので完全に軌道に乗れたのは1ヶ月半くらいだったと思います。ミルク、母乳両方を経験してみての私のメリット・デメリット。ミルクだと私一人の時間をもらえたりできる、旦那さんもあげることができるからです。デメリットは外出時の荷物が増える、夜間授乳、洗う、消毒、手間、早く寝たいのに洗うのが大変でした。その点母乳は免疫力アップにもつながり、洗う手間、
荷物等楽です。デメリットはうんちがとても緩く漏れが多かったです。あとはカフェインと食生活に気を使うことです。私はコーヒー、カフェオレ、紅茶等大好きで、市販のものを買えないのが悩みです。授乳後ならカフェイン気にしなくても大丈夫と見ますが、私は気にしちゃいます。なのでもう1年は午後の紅茶飲んでない。たまにはそういう甘い飲み物が欲しくなります。ちょっと我慢が必要だけどミルク代が浮いたり、何より免疫力アップにつながります。私は母乳の方がメリットが多いと思い頑張りました。羊さんはもし同じように移行で悩んでる方の参考になれば嬉しいです。ポト鳴くのはハトさんで、ぷく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 言うのは魚さん。発射オーライブッブー。皆さんしっかり捕まって。動画青になった。トラック、はしご車、ダンプカー、ガヤガヤ。